ちはイタリアのフィレンツェにいます。でフィレンツェには今回3日ほど滞在して、これからハンガリーのブダペストに飛びます。東ヨーロッパは初めてなのでとても楽しみです。それでは行ってきます。ブダペストに到着しました。フィレンツェからオーストリアで乗り換えて今ブダペストにいます。これから荷物を受け取ってお金の換金をしに行きます。初めての東ヨーロッパです。ハンガリーは EU 加盟国ですが、通貨はユーロではなくフォリントを使用しています。どこに行ってもたまに現金のみということがあるので、念のため空港で少しフォリントに換金しておきます。今ブダペストの空港に着いて、でなんかブダペストってウーバーがないみたいなので、配車アプリのボルト、ブダペストで使えるウーバーという感じですかね。ボルトを使って、市内の方というかホテルに今から向かいます。今ちょっと車を呼んでみたんですけど、あと1分で来るって言ってます。なので、なんかこの場所でいいのかちょっとよくわからないんですけど、車を待ってみたいと思います。のホテルに到着しました。ホテルはね、とてもシンプルという感じで、ちなみにボルトっていう配車アプリを使ってここまで来たんですけど、ちょっとね私たちはすごい荷物が多かったので大きめのバンを頼んで、米ドルで38ドルぐらいでした。おそらくタクシーとほぼ変わらないと思うんですけど、タクシーよりちょっと安いっていう情報をインターネットで見たので、ちょっと使ってみました。とても快適だし便利でしたね。やっぱり行ったことがない国とかだとね、タクシーにいきなり乗るとボラれる心配とかもあると思うので、なんかその点あらかじめね料金が分かっているので、使いやすかったかなという気がします。今からちょっと街歩きしてみようと思います。ブダペストの中央市場の前に来ています。やはりね、どの国に行っても中央市場に行くと、その地の食文化が分かったりするので、ちょっとチェックしに行ってみましょう。
ちらの漁夫の砦はなぜそう呼ばれるようになったかというと、中世のブダペストではドナウ川での漁業が盛んだったそうで、漁師たちは組合を作り、日頃は漁業に従事し、有事の際には団結してブダ城を守りました。1895年から7年かけて7つの小ぶりな戦塔を持つ見晴らし台が建てられました。その見晴らし台にちなんで漁夫の砦と名付けられたそうです。漁夫の砦にはカフェもあります。ドナウ川とペスト地区を眺められる絶景スポットでいただくコーヒーはきっと美味しいでしょう。こちらの美しい建物はマーチャーシュ聖堂で、ハンガリー王国歴代の王たちの結婚式や戴冠式が執り行われました。マーチャー州教会と漁夫の砦はとても美しかったです。今から10分15分ぐらい歩いてブダ城の方に向かいます。漁夫の砦から15分ほど歩いてブダ城にやってきました。ブダ城に到着すると偶然兵士の交代式を見ることができました。ブダ城は高台に位置しているので、ドナウ川を挟んでブダ地区とペスト地区を一望できるほか、その両地区をつなぐ鎖橋のビュースポットとしても知られています。こちらのブダ城は幾多の支配と破壊と再生を繰り返してきた王宮です。現在は世界遺産にも登録されていて、ドナウ川を見下ろす丘に位置しています。今ブダ王宮に来ているんですけど、帰りはこのケーブルカーを使って下まで降りようと思います。で、なんかこのケーブルカーってもともとは仕事をする人たちの通勤のケーブルカーだったようです。今はね観光客のために使えるので、ちょっと帰りはこれを使って下に降りてみようと思います。今からこれケーブルカーになります。片道2分かな。ブダペストの景色を見渡せそうな感じです。
ガリーの首都ブダペストはドナウ川を挟んで王宮があるブダ川と商業都市のペスト川の2つの町を最初に結んだのがこの鎖橋です。ハンガリーの歴史の中で幾度と繰り返された支配や戦争によりこの橋は破壊されたこともありました。ハンガリーの長い苦難も喜びも静かに見守ってきた橋なのです。鎖橋に来ています。なんかさっきまで警察の方がここずっとブロックしてたんですけど、今通れるようになったので鎖橋を歩いてみようと思います。今日のランチはせっかくなのでね、ハンガリー料理をいただきたいと思います。もう並んでるね、このお店は。冷たいドリンクをいただきます。いただきます。すごいリフレッシュできる。ミントとキュウリかな。美味しい。飲んでる。こちらはランゴスというハンガリーのストリートフードで、揚げパンにガーリックやサワークリームやお野菜などを乗せたものです。ランゴスが来ました。いただきます。美味しい。美味しいです。なんか揚げてるっていう割には重たくないよね。美味しい美味しい。こちらはハンガリーの家庭料理グヤーシュです。野菜と牛肉を煮込み、パプリカパウダーで味付けをしたものです。ハンガリーの家庭料理グヤーシュが来ました。いただきます。ちょっと見た目がね結構真っ赤なので辛いのかなって思ってるんですけど、ハンガリーといえばねパプリカがとても有名なので、おそらくパプリカが入ってるんだと思います。いただきます。とても飲みやすいです。全然辛くない。お姉さんのおすすめのチキンのパプリカソースがけを頼みました。そしてレストランからご厚意で食後にブランデーをいただきましたが、めちゃくちゃ強かったです。ブダペストの1日乗車券を購入しました。これを買うと、バス、地下鉄、トラムとね全てのものを乗ることができます。で、きっちり買った時間から24時間ということで、ちょっと今から試してみます。ブダペストといえば、この美しい宮殿のような国会議事堂が浮かびます。実際に政治が行われている場所とは思えないほど豪華です。1885年に着工され、17年もの歳月をかけ、1902年に完成しました。ブダペストの国会議事堂の前に来ています。もうとても存在感があって美しいです。こちらは館内も
見学することができるんですが、ちょっと今回は時間の関係で私たちは館内に入ることができないんですが、初代国王から最後の国王までの950年間にわたる国王に受け継がれた、王冠が展示してあるそうです。時間がある方で館内も見学されたい方は事前に予約されて行ってみるといいと思います。いや本当に素晴らしいというかね、すごく美しいです。国会議事堂を後にしてドナウ川沿いを歩いていると見えてくるドナウ川遊歩道の靴という鉄でできた靴のモニュメントです。ハンガリーではナチスドイツの支援を受けた政権が権力を握っている時代がありました。当時ブダペストに住むユダヤ人はハンガリーを追い出された後に収容所に送られ、そのうち2000人はこのドナウ川の堤防で射殺されています。その人たちは射殺される前に靴を脱ぐように指示されました。なぜなら当時靴は高級品だったからです。そんな悲しい過去を物語る1940年代の鉄製の靴が川辺に60足ほど置かれていました。平和への祈りを感じられるスポットとして多くの人々が訪れています。こちらはブダペスト地下鉄1号線で、電気で動く地下鉄としては世界初のものです。そして唯一地下鉄で世界遺産に登録されています。ハンガリーといえば音楽家フランツ・リストなんですけど、私は以前お話しした通りですね、子供の時から結構ピアノをね練習していて、彼の曲は結構熱心に練習していました。でこの世界的に有名なねフランツ・リストなんですが、ブダペストの国際空港の名前になっています。そんなフランツ・リストが晩年過ごしたと言われている彼のお家が現在は記念館になっているということで、そこに今から行ってきます。こちらはリストが1881年から晩年を過ごしたとされているアパートメントです。リストといえばパリの社交界で活躍していたという話が有名ですが、晩年は故郷のハンガリーに戻り、ブダペストで音楽教育に尽力されたそうです。記念館はリストが実際に使ったピアノや家具、肖像画などが展示されています。個人的には曲を書いていたであろうこの机が素敵だなと思って見入っていました。そして展示品の中でも目を引いたのは2段の鍵盤からできているこちらのアップライトピアノです。このピアノはリストからの注文によって製造されたものだそうで、曲を書くだけでなく楽器まで作ってしまうとはと感心していました。ハンガリー最終日ということで、ハンガリーといえばねフォアグラがとても有名なんですけど、まだここに来て食べていなかったので今夜はフォアグラをオーダーしてみました。日頃フォアグラなんでね食べないんでうまくレビューできるかわからないんですけど、ちょっとすごく楽しみです。
ォアグラいただきます。すごく滑らかで、歯触りがすごく良くて何にも臭みがない。なんかホタテ食べてるんじゃないみたいな食感がします。すごく美味しいです。しかも焼き加減もちょうどいい。本当に臭みがなくてびっくりしてます。食べやすい。今夜はブダペスト最終日ということで、もうこのためだけに来たと言っても過言ではないんですけど、私はブダペストの夜景が見たいので、これから家族とね、ブダペスト最後の夜にクルージングに行ってきます。15分で乗ります。楽しみですか？ね、ワクワクしますね。ね、ライトアップがどんどんされてきてます。夕日がすごい綺麗で。こちらはブダペスト工科経済大学です。こんな美しい大学がありますか？ここでまさかの雨です。しかも結構激しく降っています。外の席でクルージングを楽しんでいた人たちは大慌てで船の中に入ってきました。こちらは今朝行ってきたブダ王宮です。昼間とはまた違った雰囲気で威厳を感じます。そしてこちらは昼間歩いて渡ったセーチェニ鎖橋です。朝一で行ってきた漁夫の砦とマーチャーシュ教会です。そしてお待ちかねの国会議事堂です。これを見るためにブダペストにやってきましたと言っても過言ではありません。とにかく息を飲むほど美しく、圧倒的な存在感を誇っています。あまり時間がないときはクルージングをしてしまえば、ある程度有名な観光名所を一気に見ることができるのでおすすめです。しかし国会議事堂のライトアップは本当に美しかったです。